ネイジの猪俣です。今日は前回の布耳パーツから巾着に仕上げていきます。それでは早速始めていきましょう。準備するパーツの紹介です。本体の外布、内布は2枚ずつ、約60センチの紐を2本、レースはお好みで1センチ幅のものを6センチほど準備してください。本体には中央に合い印を入れておきます。まず紐通し用の合い印を端から4センチと6センチに入れます。表面には自然に消えるペンで線を描いておいてください。そして返し口は6センチほど残しておきます。間違えて縫わないようにバツって書いておくといいですよ。そしてレースはアクセントなのでお好みなんですけれども、中央に 5mm で仮留めしておきます。そうしたら内布を重ねて中央をまず留めたら両脇という順に留めていきます。こうすると縫いずれが防げます。それぞれ1センチずつ縫っていきます。1センチ先に針を刺して返し縫いからスタートします。最初と最後は返し縫いをします。でこの重なりの部分も返し縫いをしてください。でコロコロオープナーを使ってしっかり片側に縫い代を倒してから中表に重ねていきます。この脇の部分は倒した方向と逆になるんですけれども、脇の縫い代は交互に倒して段差が均等になるようにしておきます。こうすると縫いずれもしにくくなります。あとはつけた印にですね、待ち針を留めてから周囲を留めていきます。最初に紐通し用の合い印に針を刺して端から1センチを縫っていきます。返し縫いもしっかりしておきましょう。履き口はほつれやすいのでしっかり返し縫いをしておきましょう。
途中ですね、この脇もずれないように一度ちゃんとチェックしてから縫っていきます。でこの重なりも返し縫いをしておいてください。返し口のところもですね、一番力が加わるのでしっかりと返し縫いをしておきます。そしたらカーブをミシン目の際までだいたい7ミリ間隔で切っていきます。そしたら3ミリほど切り落としておきます。これは最初にカットした方がくずはちょっと布くずがですね結構散らばるので、最初にカットしておいてもいいと思います。で紐通しの部分から上の部分は縫い代を開いておいて、アイロンでしっかり折り目をつけておきます。でカーブの部分は肩倒ししておきます。返し口から表に返してアイロンで形を整えます。脇の縫い代はしっかり開いてから表に返しておきます。ここの段差がですね均等になるように整えておきます。ちょうど紐通しの部分はしっかり待ち針で留めておいてください。内布のストライプを1ミリほど出しておくとアクセントにもなるので、今回このようにしています。で際は2ミリほどで縫っていきます。だいたい5センチほど手前で最初の糸を切って縫い目を1センチほど重ねておきます。これで返し縫いの代わりになります。続いて紐通し口を縫っていきます。こちら2本ですね、同じようにして縫います。でこの時マスキングテープをガイドにしておくといいですよ。そうしたら最後に返し口を閉じます。これでミシンは終了です。お疲れ様でした。で最後に紐を通して完成になります。いかがだったでしょうか。1
1枚の布で作る巾着も可愛いんですけれども、こんな風にして布耳で作るのも可愛いので、よかったらチャレンジしてみてください。例えばこんな風に半分にして布耳を使うアレンジも楽しめます。今回の動画を参考に著書でも紹介の雫巾着も布耳で作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。